世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。世界には様々な企業が存在します。そのどんな企業にもわかりやすくマークやロゴがありますよね。テレビ CM だけではなく、お店の看板などでもよく目にすると思います。見慣れた企業ロゴであっても、国が違えばその見方も変わってくるようです。今回は日本がまたしても圧勝してるなと話題になっていましたので、それに対する海外の人々の反応と合わせてご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。企業のシンボルであり、アイデンティティを示すロゴ。これにはタイポグラフィという文字によるデザインのロゴタイプ、会社や会社名を象徴した図形であるシンボルマーク、そしてこの2つを組み合わせたロゴマークの3つがあり、ロゴタイプですとソニー、シンボルマークであればアップル、ロゴマークはアディダスなどが代表例になります。そして各社個性的なデザインを用いているのですが、国によっても傾向が違うようで、日本、中国、アメリカの企業に多く見られるロゴを並べると、国の特性が見えてきました。早速見てみましょう。面白いくらいに国によっての違いが出ていましたね。日本企業は多くのロゴが文字のみで構成されており、色も赤、青、黒が主流だと見て取れます。フォントも似たようなものが多いですね。文字ベースが多い理由として考えられるのは、創業年数の長い伝統的な企業であること、また古き良きの概念が強く、ロゴのリデザインをあまり行っていないことが考えられます。一方のアメリカ企業は多くの企業のロゴがリデザインされ、現在その多くがシンボル部分をメインに利用されています。スターバックス、ナイキ、アップルに代表されるように、もともとはシンボルと文字で構成されていたロゴから文字部分を外したケースも少なくありません。シンボルマークが中心になっている理由として、多くの企業が最初からグローバル市場をターゲットにしており、アルファベットが読めないユーザーも考慮しているからだと考えられます。中国企業のロゴの多くには動物をモチーフとしたマスコットキャラクターが利用されています。そして多くの場合、動物のキャラに中国語を加えたパターンが多いようです。このスタイルが採用されている理由としては、新しい企業が多い、親しみやすさ重視、国内需要をメインターゲットにしているなどが考えられます。あくまでも一般化したもので全てが当てはまるわけではないのですが、少なからず文化や国民性が反映されていると海外の人々から反響を呼んでいましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。こんなにも国によって特徴が出ているのは面白いな。文化的な違いがよく現れているね。中国の企業は親しみやすさを、アメリカは洗練さを、そして日本は実用性を重視しているようだ。日本企業には伝統があり、安定を大事にする。だからめったにロゴを変えない。中国は分かりやすさを好む。中国企業のロゴがベストだと思う。わかりやすくて可愛いよね。中国は動物を好み、日本人はアルファベットを好む。漢字もかっこいいのに思ったほど使われてないんだね。私はアメリカのロゴが一番好き。シンプルなのが好みだから。アメリカは有名なシンボルマークがたくさん存在するよね。日本人はシンプルなデザインを好むんだよ。一方で漫画とかでは複雑なデザインも生み出すけど、日本企業の分かりやすさが一番って姿勢が好きだ。
中国はそのうち被らない動物がなくなるんじゃないか？空想上の動物もいるから意外と大丈夫じゃないかな。色を変えれば数万通りは作れるし。日本企業のロゴを見る限り文字だけって素晴らしすぎる。日本の自動車メーカーにも文字以外のロゴもあってかっこいいよ。中国のロゴは全部 IT 関連の会社のものだね。私たちの生活はネットとスマホとのつながりが密接だから。建造はフランスのブランドだろ？設立者は日本人だぞ。当たり前だけど、日本のロゴは全部どこの企業かわかるね。こうやって並べて比べてみると日本の圧勝じゃないか。これでわからない人はいないだろう。日本企業はわかりやすさを追求して漢字はやめたんだろうね。一方の中国企業はロゴというより絵文字のような。日本企業のロゴは品質と信頼の証。すごく日本製品に信頼を置いているんだね。確かにいい製品が多いもんな。とりあえず製品のクオリティなら日本が優勝ってことで。中国企業のロゴかわいいじゃん。私は好きだな。日本人より中国人の方が可愛い志向なんだね。ちょっと意外だったよ。僕はアメリカのグローバルな感じがかっこよくて好きだな。目にもつきやすい。そして何より簡単で覚えやすい。日本人が厳格な国民であることがロゴからもわかるな。日本の企業ロゴはミニマリズムのたどり着く先だね。日本語にはアルファベットがないから目立っていいんだよ。日本のロゴに文字が多いのはそれが理由だと思う。ああ、それだわ。日本ではアルファベット自体がロゴになるんだ。アメリカの企業は確かにシンボルマークをたくさん使っているけど、日本の会社もシンボルマークを使っているぞ。ホンダとかプレイステーションがパッと思いつくところだね。プレステのロゴが入ったパーカー3枚持ってる。めっちゃクールだよね。会社によってはシンボルとロゴがあるのが普通だし、日本のロゴもシンボルや文字でできたマークがついているのが普通だよ。そうだね。中国もシンボルだけじゃなく文字がセットになっている企業もある。そうそう。この画像は動物ばかりだけど、中国も意外と文字のロゴ多いからね。以上が海外の人々の反応でした。確かに3カ国で比べてみると国によって全然違うので面白かったですね。シンプルなのを好む人もいれば物足りないと感じたり、人によって好みが分かれているようでした。実際に今までこのようなロゴがどうやって作られてきたのか、世界的企業のロゴを60年間作り続けるデザイン事務所をご紹介します。油会社モービルや世界的銀行チェース、日本の生命保険会社日清、いずれも世界的大企業ですが、これらすべてのロゴを手掛けたデザイン事務所がチェーマイ F& ガイズマー&ハビブです。企業ロゴ界のゴッドファーザーの異名を持つグラフィックデザイナーのアイヴァン・チェーマイエフさんとトム・ガイズマーさんによって1957年に創業しました。企業ロゴだけにとどまらず、日本でも大阪の水族館海遊館の外壁や1970年に開催された大阪万博、アメリカ館内の展示に携わるなど、ロゴ界レジェンドの仕事は多岐にわたります。惜しくもアイヴァンさんは亡くなってしまいましたが、新たにグラフィックデザイナーのサギ・ハビブさんが加わっています。従来のチェース銀行のロゴ、アップルのロゴなどをシンプルにリデザインしたことで、次々依頼が舞い込むようになりました。初期の頃はシンプルで簡潔、そして独特な日本の家紋にも影響を受けたようです。
皆さんご存知の牛丼チェーン店吉野家のロゴ。こちらの画像が頭に浮かんだかと思います。実はこれとは別のマークも存在するのはご存知でしょうか。それがこちら。アメリカにも100店舗以上展開する吉野家もチェーマイエフ&ガイズマー&ハビブ事務所へ依頼。もともと使っていたこの丸いオレンジ色のロゴ。パーツごとに意味があり、牛を表す大きな Y の字の角、丼、それを囲む横綱を示すしめ縄など、日本人には理解しやすいですが、アメリカ人には少しわかりにくく、アメリカでの食肉消費は鶏肉が一番多いため、牛のシンボルもハマりませんでした。このような事情を踏まえた上での吉野家アメリカ支部の希望はシンボルの簡略化でしたが、事務所はアップルのリンゴ化のような簡略化は吉野家の場合には当てはめられないと考えました。そこで100年以上継承されてきたオリジナルのしめ縄ロゴも残しつつ、それとは別にシンプルなロゴを新規制作。実際に新規作成されたロゴがこちら。かなりシンプルに生まれ変わりましたね。このように企業のロゴは場所や見る相手に分かりやすく作られているのです。ちなみに日本の100のブランドのうち 49% は文字だけのロゴですが、自動車企業などのようにロゴとシンボルの両方を取り入れているのは全体の 39% ほど。そしてマークだけではないですが、日清やユニクロのように文字がマークになっているのは 11% ほどです。またロゴは時代とともに私たちの生活に馴染みやすいよう変化し続けているので、この割合がどう変わっていくのか、それに注目してみるのも面白そうですね。今回話題になっていた3カ国のロゴもどれがいいとかではなく、文字もマークも動物もその国なりの特性に合わせて分かりやすく作られていたのでしょう。今までは全くロゴに興味がなかった人も、これを機に自分のお気に入りのロゴを見つけてみてもいいかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。